皆さんこんにちは。読書の達人です。今日ご紹介するのはこちら、夏目漱石三四郎。知ってるとは思うんですけど、この本どういう本かほとんどの方がご存知ないかもと思ったので、ちょっとご紹介します。主人公三四郎、福岡出身で、熊本の高校を出てから東京大学に進学します。で、一人、ほとんど知り合いない状態の東京にやってきます。で、そこでの、生活を、恋愛話を中心にその三四郎の日常を描くというような本なんですよ。で、三四郎の住む世界っていうのは大きく大体3つ出ています。で、1つ目がいわゆる故郷、田舎のお母さん残してます。で、またお母さん時々手紙くれるんです。僕奈良出身なんですけども、やっぱり僕は田舎から出てきた時、母親はたまに手紙くれました。電話か手紙、元気にしてんのかと。手紙っていうか小包だな。わけのわかんないもの入ってるんですよ。大根とシャツとガムみたいな感じでどういうあれで選んだのかなと思うんですけど、そういうのが送られてきてた。で、田舎の母から手紙来たりする。で、しっかりやれと。でね、一回さ、この三四郎のお母さんから手紙来て、どこどこの人のお嬢さんがどっか学校行ってたんだけど戻ってきてるから、お前見合いしないかみたいな感じで来る。田舎の人ってそういうとこあるのよ。非常にプライベートなことじゃないですか、結婚って。でも結婚すればみたいな感じで割とするよねみたいな感じのテイストで言ってくるんですけど、田舎の特徴でこれね、で、いわゆる変化ない古い形もので、次に学校の丸がちっちゃくなってますけど、別に特に意味はないですで、これはいわゆる新しいことを学ぶじゃないですか。で田舎から出てきて、いよいよこれから東大入って、卒業して世の中に出ていこうかというような感じで、自分の中に変化をもたらすような場所、いろんな国じゃないな、その故郷から北海道だ、青森だ、こう東大に来てですね、これから日本を初手立つような人も出てくると、いうような場所で学びながら人間関係作ってる。で、もう一つがいわゆる恋愛なんですけども、少ない人間関係の中でですね、この人いいなみたいなのが出てくるんですけど、当然時代がね、ちょうどこれ日露戦争ぐらいかな、ちょうど戦争も近代戦争にどんどん突入していって、近代兵器使って、で日本も強かったもんですから、これから世界に出てってやろうかみたいな感じの流れがあった。で、その流れについていける人とついていけない人がいて、もう世の中ってこれからどんどん変わるんだ、だから女も変わるんだっていう女性も世の中におりましたね。結婚なんか別にしなくてもいい、世の中にどんどん出ていって仕事バリバリやって、もう男を任してみたいな感じでやるんだ、英語を勉強して他にもいろんなことを勉強して頭良くなって、もうやってやるっていうような女性たちがいるような中で、一人女の人のことを峰子好きになります。美人、絵のモデルとかにもなってる。どういうルートで入ってくるのか、お金持ってますね。悪いことしてとかじゃないです、持ってるんで、この峰子を多分これでしょう。で、これとこれの恋愛話かみたいな感じで、これ時代がね、こういうのが美人だって言われた時代もあるじゃないね。
夏目漱石の本いろいろまあ調べてると、一応この峰子モデル、こう昔の本作家ってさ、割とこう身近な人間を平気でこうモデルにこの引用して自分でこうやるのな。昔ってほら人権とか今よりちょっと軽めだったりすりますから、プライベートのクソ頭じゃないんですけども、平塚らいてうが多分モデルなんじゃないかと言われていると。平塚らいてうが美人役で登場するということですね。人にはそれぞれ好みがあるから、平塚らいてうを見て綺麗だなと思う人もまあ当然いる。時代で、まあこれ、恋愛、まあ話戻すよね。恋愛もします。で基本的にはこの話なんですけども、まあ戦争あって、でまあ夏目漱石が小説をまあ書いてますけども、世の中がどんどん変わっていく世の中になって、近代化ね。でそれにいわば、ついていく人、ついていけない人が当然いるわけじゃないですか。でこのね、いわゆる変化って結構急激だったんですよ。で当時やっぱ日本って日本人のまあ8割は田舎者ですよ。そしたらついていけないよ、そんなの。そしたらなんだろう、どうしようかなって言ってるうちに物事がどんどん進んでいくので、それとこの三四郎の恋愛話をちょっとなぞらえてる体がある。でこの三四郎がね、もうなんていうかバーンっていかないんですよ。で好きな子がまあできるじゃないですか。でまあ頃合い見計らってね、ちょっと話そうかなって。でそういうちょっと2人で話すようなシーンをわざわざまあ女側からちょっとお膳立てされるような場面が何回か来るんですよ。なんとなく用もないけどブラブラして、だから女側からすると男の人から何か言われるのを待ってる時間なんだよ、それは。つまり何か言ってくれるかな、何にも言わない。なんかあそこにあれなんだとかって言って指さして、もっと重要な話があるだろうって思う。そういうところに、つまり三四郎が気がつかないんですよ。もうそれを順調と言っていいとか、ちょっとなんかボケっとしてるのかっていうところはちょっとわからないんですけども、まあボケっとしてるか、でそういうチャンスをいただけたから、その横をシュシュシュッと素通りしていく。そらしまいには愛想をつけされるようなところがある。でも三四郎もねパッといかないんだよね、そこが。なんかその当時の日本のいわゆる日本と、それから日本国民の置かれてる立場みたいなものをよく表してるなっていう感じがするんですよ。でストーリーとしてはうわー面白いな、どんでん返し。よく本屋行って本の帯のところになんか予想不可能どんでん返しなんか書いてあるのあるじゃないですか。こんなんじゃないですよこれは別に。でもこれ漱石も言ってんですけども、夏目漱石はね、小説っていうのは2通りあると。小説っていうのは2通りあって、一つはそのストーリーで人の心を掴んでグッとこう感動させるようなもの。もう一つは場面
写真で切り取ったような感じでね、その情景描写でいいなこの感じっていうので人の心を動かしたい、動かす、そういうのが自分はこっちだって言ってる漱石が自分で。だからそしたらそらストーリーは後回しだろうから、そらそうでしょうよ、ね、今時じゃないのかもしれないけど、でも確かに読むと場面場面は印象に残るものが本当によく出てくる。そういう意味では、よくできてるんですよこの本。まあだから一回ちょっと読んでみてもいいかな。言葉遣いが多少、昔の本なんでね、古臭いところもありますけど、でも読めなくはないわ。読めなくはない。漢字の使い方がちょっとなっていう時あるんですけども、でも読めなくはないからちょっと読んでみれば、こういうのこういうのを知ってるとね、ちょっとかちゅいですかね、特にいい大人はこれちょっと読んどいた方がいい安いんですよこれ。さすが著作権切れの本、300円台で定価がついております、ね、なかなか新潮文庫でやるんですけども。で達人心に響いた言葉はこちら、306ページの6行目、この平塚来京文子ね、峰子の表紙なんですけども、世の中っていうのは結局は変わっていくんだなという感じ。それをなんていうのかな、達観したような、そうだよなって、人間もそうだし世の中も変わっていくと。この戦争もバンバンやってる時代の人間が感じる、もうこれについていかなかったら取り残されるだけなんだよなって、でもついていってもなっていう、その葛藤みたいなものを感じるセリフなんですよ。ここからちょっと、数行あります。数行で、ちょっと読んでみたらいい言葉というか、やっぱりこの漱石の小説のその場面場面を切り取ったパッと出てくるところって、やっぱりさすがに世の中にこう名前が残っていく作家だけのことがあるなっていう感じです。夏目漱石この後いわゆるどんどんこの余裕派っていうのかな、なんていうのかな、のんびりしたの書いてたんですけど、だんだんちょっとぐっとこうフォーカスを狭めた割としんどい小説を書くようになるんですけど、前半のね割とのんびりした時代に漱石が書いてますから、面白いしのんびりしてるし、変な負担も、精神的負担もかからない本ですね。だから普通に楽しんで読んでいただけたらというふうに思います。夏目漱石三四郎、ぜひ読んでみてください。読書の達人でした。